ウィーバー。東からは合気道六段の白川先生ね。そして西220キロの元西チャンエドモンドがこの東京でもあるじゃあ本日新年会でございますの回すの今日は。そうなのよ。じゃあ挨拶していい？はい。芸大忍者タクです。年々ぴょんぴょんっていうことで、投稿はね、はいよ。2月なんだけれども、今日達人たくさん来られるじゃないですか。はい。遠方から来られる方お二人いるんですよ。おそう。はい。東からは、東北からは合気道六段の白川先生。白川先生ね。そして西九州からはあの220キロの元力士チャンエドモンドが来るんだ。この東京で交わるわけです。ここでですよ。はい。小力大を制す見たくないですか？わかりますねもう。どういうこと？勝ってほしいですよ。ああ、いわゆるその相撲対決っていうか、だから倒れたもんが負けってことでいいのかな。投げれるのかと。逆に言うとチャンには白川先生を投げてしまったらもう勝ちっていうことだよね。いわゆるちょっと相撲と合気を混ぜたような勝負ってことだよね。新年早々お年玉企画ということで合気道 VS 相撲っていうのを最高だね。取りたいんですよ。けどチャンは確か200キロ以上だよね。で白川先生多分50ちょっとしかないのよ。港区女子と同じ体重だからね。いやいやということでですよ。はいよ。今から東京駅に迎えに行くんですよ。で実は2人東京駅で会うっていうこと分かってないんで、会った時に直接交渉してみようかなと。戦ってくださいと。でそのままここ連れてきて、上野道場で戦ってもらう。チャンはだから戦うのをすぐ了承するけど、白川先生がね、だから白川先生だけ頼むよ。分かった。っていうことでタクちゃん、俺東京駅今から迎えに行ってくる時間ないんで、はい、じゃあ行ってらっしゃい行ってらっしゃい。じゃあタクちゃん後ほど。はい、行ってらっしゃい。皆さんもお楽しみに。はい、来た。あ、白川先生。おお、ついに。お待ちしておりました。ウェルカムという時をおめでとうございます。よろしくお願いします。来たよ。来た。ありがとうございます。新年会に来ました。お待ちしておりました。どうぞ。はい。どうぞ。白川先生。今日私だけじゃなかったんですね。はい。東から白川先生、西からですね、220キロの巨漢チャンエドモンド呼んでおります。はい。おはようございます。おはようございます。ご無沙汰してます。明けましておめでとうございます。今年もよろしくよろしくお願いします。大きいですね。やっぱ。これで白川先生。はじめまして、チャンエドモンドと申します。合気道六段の達人。存じ上げております。新年会って呼ばれてたので、チャンさん来るの知らなかったです。とりあえず話もなんなんで。新年会でまた。はい。乗ってください。失礼します。はい、白川先生、乗ってください。大丈夫かな。トランクも開いてないね。荷物大丈夫。はい、こっちに。すみません。大丈夫です。自分でうまいことやります。あれ？すっぽり入りました今。入ったよね。はい、びっくりしました。いやいや。すみません、あれでし。先生が大変なことになってます。ドア閉まらない。ドリンクホルダーがじゃなくて。大きい車買うわ。いえ、僕がもっと痩せます。ちょっと待って。車左に傾いてるな。傾いてますね。はい、ということで無事に入りましたんで、ウィーバーに戻りたいと思います。お願いします。白川先生失礼なんですけど、今57。それ体重そうです。57ですね。約4倍違うわけだ。4倍なかなか。私も海外で指導するんですけど、150とか160はいるんですけど、200キロ超えになると極端にいないくなりますね。これ投稿は2月なんですけれども、今日は1月9日じゃないですか。新年会じゃないですか。我々のこのタクチャンネルをいつも見てくれてる登録者の方に、お年玉企画ということで、小力大を制す、この220キロの元力士チャンエドモンド合気道の達人、白川先生がぶん投げることができるのかっていうことに今視聴者さんは興味を抱いてるわけですよ。戦っていただきたいですね。今日新年会ですよね。新年会の前にちょっと一回体をね動かしたら、その後食べる料理も美味しくより一層感じられると思いますし、チャンはちなみにだけれども、合気道6段の達人にぶん投げられない自信ってある？
合気道ってすごく未知数というんですか、体験したことない部分ではあるんですけど、体重的に57キロの方がじゃあ220キロの人を物理的に投げれるのかなと、その現実的じゃないなっていうのは正直思うんで、投げるのはできないんじゃない。いや、めちゃくちゃ失礼でめっちゃ申し訳ないんですけど、でもいいですよ、いいよ。いいんですということで、ちょっと稲川先生からも2人の対決見たいよね。稲川先生、これはちょっと見てみたいっていうのはありますけど先生いやお正月だから気前よくバーってやってねえなんかやったらいいなって思って芦田さんすごい上手。芦田ちゃん今いないのうちの師匠でもある稲川先生からのお願いなんで、戦っていただけますか。いやでも稲川先生ねお願い。でもちょっといやそうっすね、新年会できたのになんでチャンさんと戦わなきゃいけないんだっていうのありそうです。ますね。僕もやっぱり今日は戦うんではなくて、はいなんかこうみんな達人のみんなでこう新年会をはい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 。やってよよしやります。ありがとうねはいだから連れてきました。お久しぶりです。お疲れ様です。いやー、この世紀の対決が見れるっていうのは素晴らしいことだよね。あれけど白川先生の顔が曇ってるけれども、真剣に。おもうスイッチ入られたわけですね。じゃあ白川先生、はい合気道の魅力教えてください。はい、合気道はですね、はい大きな人でも投げれるロマンっていうのが超よく大学を先生するんですけど、合気道の合理的な体さばきを使えば体重差関係なく投げれるので、それは逆なこと夢だよね。可愛いさ女性と男の人が襲いかかってきた場合ってそんだけの体重差があるわけだから、それをやっぱり投げ飛ばすことができるっていうのはできないとむしろおかしいよね。体重が100何キロあったりすると200キロは200キロですからね、はいけどそれも白川先生だからこそ俺はできると信じてます。俺ちょっと白川派です。じゃあ、チャンエドの相撲の魅力、はい、一言でよろしくお願いいたします。相撲の魅力とはですね、足の裏以外がついたら負け、円から出たら負けっていう非常にシンプルなルールなんですよ。ただこれを四角いリングではなく円のリングにすることによって体重が軽い人から重い人まで戦える舞台であるっていうところが非常に魅力的だと僕は思ってます。で相撲っていうものはもともとは神様に見せるための儀式だったわけだから、俺は相撲がチャンが負けるとは思ってない。おい、こっちの目がしたい。俺はチャンがおい、日本の国技ですからね。チャンは相撲を背負ってる。白川先生は合気道を背負ってる。ということで。そうだね、ルールからいくとさっき先生の方で張り手は OK だということをお聞きしたので、顔だけははい、顔面なしルールで。はい、ただ、たくちゃん、多分、チャンがどんな衝撃にも耐えるっていうことを、まだ白川先生ご存知ないかもしれないので、そうだ白川先生、よくドロップキック、ツイッターとかでよくされてるじゃないですか。あのドロップキックをチャン打ってみて、でチャンはそのドロップキックをもらって、はい、後ろにこう下がるのか、はい、それとも微動たりともしないのか、ちょっとまず戦う前に一回見たいですね。まずちょっとだからデモンストレーションでさ、足田にちょっとね、そうだね。いいですか？ドロップキックをちょっと、じゃあチャンはさ、はい足田吹っ飛んで窓の外にはい、落ちちゃったらあーやばいんで、そうですね。いや僕はこう山山本本で、でうん、あ、いいね、ましたね。いいね。お願いします。じゃあ、白川先はい生、ちょっとその衝撃を。はい、設定します。そこからいきますね。すげえ。大丈夫ですか、後頭部？大丈夫。強っ、ケリー。全然横に飛んでなくて直角で下行きました。直角でしたよね本気じゃないにしてもちょっとね、こうでしたね。完全にすごい。すげえ。でも白川先生今結構力本気じゃないですよ。本気じゃない。ですよ。ちょっと本気で太田がやった。いやいやいや、ちゃんだろうよ。もう一回。ここのな、いやもう一太田回いらない。やっぱりさ、すごいパワーがあるんで、まず下がらないです。いやそれちゃんでいいじゃん。い太田って嘘つかないです。あなたたちにしないんです。3段階検査じゃないですか。やいやいや、それを示すのがちゃんだろうよ。新年一発目です。お願いします。やりましょう。はい。太田 P だってあ体重までね、絶対胸ね。ちょっと待って、さっきの芦田は何パーセントぐらいだったんですか。あれでも40%ぐらいですか。で、俺に今何パーセント打ち込もうとしてるんですか。 100%。いやいや、ちゃんに打ち込むね、それ。顔面に打ち込むから。いやいや、それちゃんの仕事だから。いいですね、それは。太田 P が分厚
いぐらいでちょっといやテンション上がりますね。 50%あ、50%。50%じゃあ50%ぐらいで。はい。絶対嘘だわ50%目バッチバチだねから狂気の目になってるからちょっとじゃあ後ろで支えてよはいしっかり支えますじゃあ失礼します。はい行きます。あ、なに首大丈夫ですか？いや本当にやばいです。もうちょいで全部オクラになるところで意外と衝撃強かったなそうです。2つのキックでやっぱ片足じゃないので両足だけど。ちなみに今さっきの何パーセントですか70%。いや50%だって言ってんじゃん70になっちゃうね意外やばいよじゃあわかりましたじゃあちゃんお願いしますはいということでちゃん大丈夫すごいぞ大丈夫です芦田ちゃん支えれるかどうかわかんないけど頼むよ窓だけじゃ。はい白川先生はい。では 100% のドロップキックはい。うちのちゃんなら耐えれるはずです承知しました。行ってみます。お願いします。お願いしますおおしかも今ガリッコ顔面にいってたけどねギリギリ大丈夫ですよかったなはいどうでしたちょっと今本気で打ったんですけど、ビットもしなかったですね。ちゃんどうだったただ肩がめちゃくちゃ折れそうです威力が強いよね体重ないとか普通じゃ多分怪我します85キロで俺わかりますその気持ちがわかりますけどいやでもそうですね。やっぱり200キロ超えると、あとそれから相撲やられてたので、通常の体とは違う体幹もちょっと感じましたね。けどすごく見応えがあったねけどね2発もらいたくないよな2発はもらいたくない衝撃がすごかったんです見ててじゃあいよいよ合気道6段の達人は220キロの元力士を投げることができるのかそして耐えることができるのかっていうのをねお年玉企画ということで視聴者さん待ちに待ってた戦いですよろしくお願いいたしますお願いします開始3秒前から、よろしければ、よろしいでしょうか。ちょっと待ってはい。準備が整うまでね明日ちょっと待ってください投げれない投げられない投げられないありますかあります白川先おお綺麗な思考生投げる自信ありますか投げます。3、2、1。初めて残り時間1分。30秒前。うお20秒前。ちゃん頑張れめっちゃ痛い100チャンネルちゃん大丈
丈夫か？いや大丈夫です。おいや本当に決まったんですよ。生まれて初めて決まったかもしんないです。雑巾みたいにひねられたんですよ。そのまま背負い上げされたんでこうやって決まったんですよ。でこれで耐えることはできるんですよ。ただ僕の腕が耐えないんですよ。あれが体重差関係なく投げれるんですけど、ちゃんと受け身取らないと折れちゃう技なんですよ。ちょっと手動かして。どう？一応回復はしました。大丈夫です。大丈夫？はい、全然力も入ります。大丈夫力士の超回復だね。そうですね。びっくりした。でもあのまま僕多分耐えてたら確実にあれちゃん回ってなかったら折れてたね。折れてました。やばかったよ。ちょっと解説してもらえます？僕ね、張り手やられちゃいました。チャンさんの本気ね、今顔なかったからですけど、顔もしあれだったら全く投げもできなかった。白川先生吹っ飛んでたからね。だけど何度もチャレンジして結構難しそうでしたね。そう、ちょっと迷ったんです。本当に勢いでやってたらコントロールできなくなるので、一瞬でバーンって勢いで入ればいいんですけど、そしたら折れるかもしれないっていうなんか迷いましたよね。でもやっぱチャンさんの横綱相撲じゃないですけど、やっぱり顔を打たなかった、あとしっかり力をこう受け止めてくれたっていうことでできたかもしれないですけど、本当にチャンさんの相撲をもうすごい感じました。でも僕も本当に人生で初めてその合気道ってさすがにこの体重差で投げることはできないと思ってたんですけど、関節を決めることによってそれに耐えなくて投げられなければいけないっていうので投げられにいってるんだなと思って、あそこで本当に対したらボキっていう自分が怪我してたんですよ。なんで合気道のやっぱお弟子さんって受け身がうまいかってそういうことなんでね、本当にもう行き過ぎちゃったら折れるから、だから受け身がまずすごく大切で、自分から受け身取らないと大怪我するし、達人の技が今日この回で証明できたっていうのもあると思うんだよね。俺は結構後半もう30秒ぐらいに白川先生が投げなきゃなと思ってちょっとスイッチ切り替えたなってちょっと確実に最初の方に顔が違ったんですよ。残り30秒の時にちょっとじゃあやばいね、確実に変わったのよ。目が黒川になってますよ。それまでじゃあどういう感じかなって言ったら本気でやっぱね耐えて絶対嫌だっていう感じしてたから、残り時間短くなった時にスイッチがねカチンって決まってブラック白川が出てきたね。もともと黒川なのに無理して白川をこう白川が出たね。白川雨宮先生、今白宮って言われて今白川が出てきたね。白川もうだってもう狂気だもん。もう白川先生スイッチ入った時目バッキバキになるから。いやでもちゃんよかった、本当に怪我ないね。いや本当によかったです。怪我なく終われてよかったです。よかった。伝統も本当素晴らしい。素晴らしい。いや、あと新年早々お年玉企画ということで、視聴者さんが思ってた小力大を制す合気道の達人白川先生は220キロ投げれるのか検証結果見事成功投げれましたということで、本当にいい体験させていただいてありがとうございました。いやもう本当に新年から本当2人の最高の戦いだったし、もうめちゃめちゃ見ていて面白かったので、本当に2人に感謝してます。ありがとうございます。2023年もこの武術の魅力というものをタッチャンネルでより多くの人に伝えていきたいと思いますんで、今後ともよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。このチャンネルがいいなと思った方は高評価ボタンよろしくお願いいたします。お願いします。あとあれでね、チャンネル登録してない人なんかいたらね、お願いですから今年応援してくださいということでポチッと押してくださいということでよろしくお願いします。それじゃあ恒例のあれいきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。ウィーバー